どうも皆様、こんにちか。バーチャル YouTuber、吸血鬼の元近ちかと申します。どうぞよろしくお願いします。本日はね、アンリアルエンジンのね、チュートリアル動画続きやっていこうと思います。Because of our setup having the player 前回は controller ね、 controlling the プ pod, レイ we ヤ can ーキャ also ラク have タ an ーの AI キャラク controller タ as ー a を brain ね、 for the body. So 作っ back た in ところですね。で、プレイヤーキャラクターをね、表示させて、それを移動させるっていうのができたところ。で、その続きだな。どうも、てっさん、こんにちか。どうも、こんにちか。で、次はね、AI。多分、AI もある程度やってるな。どうも、つくえついさん、こんにちか。じゃあ、続きをね、探っていきましょう。BP_AI controller. When we open this up and go to the event graph, we will not add movement or use a tick, so let's delete that. まあ There ね、 is an 学 AI 習をしてい move きましょ function う。 in the AI controller we 振 can り use 返り to をし give つ him つ。 some orders. So now, how and why and when do we give that order? So let's do something simple first and execute this function a few seconds after the game starts. We use a set timer by event function and we set this to like 3 seconds. Now we drag this delegate out and type custom event. And this event we call simply move. いや、 So now ど we こまでやっ connect た the っけな、 AI 前 move 回。 to function and the last thing we need 今 is 触って gives this る order to 動 the 画で触 pawn って which る we currently BP アンダー control. バー AI コントローラーをね、 So 今 back の in ところ our ある map 程度 we 形には select なって him る。 and in his details we find the AI controller class which we な set ん to our か newly made BP AI controller. ちょっと The 詰まって last たよう thing な we 気が need する。 is to move around is navigation. こう BP ボットをね、選択して、それにこう AI を、さっき作った AI コントローラーをアタッチメントするっていう、そういうあたりだったと思う。ただね、このアウトライナーの中に BP ボットがいないっていうので、いろいろうろうろしていたような気がする。いやー。いや、開幕早々どうしよっかな。いやー、前回の記憶がちょっと蘇ってきたな。こうね、チュートリアル動画だと、アウトライナーの BP ボットの方がちゃんとあるのに対してね、私の方だと BP ボットがね、存在してないですよね。困る。困るので。また迷子か。いやー、迷っちゃうね。どうしたものか。まあ、とりあえずね、いろいろと試行錯誤してまいりましょう。アウトライナーとか、ここら辺にね、追加とかできない？ポンと置いたり。まあ、置いたところで実行したら、私以外の何者かがここにいるっていうだけなんだけどね。いやー。よし。まあ、いろいろとあがいてみよう。まあね、あがく間に少々の雑談でもします。こうね、昨日はね、ラングリッサーモバイルのスレイヤーズのコラボガチャ回してたり、あとまあメインストーリー進めてたりするやつやってたりしたんですけど、いやー、こうね、ちょっと困ったことがあるんですよね。なんていうかね、もうすぐこう、100人、ありがたいことに、チャンネル登録者100人に到達しそうな感じなんですよね。でね、前もってね、100人到達したら記念配信としてささやかなね、配信をしようかなと思ったんだけど。100点リアクションありがとうございます。登録者100人までもう少しだね。昨日の配信でだいぶ増えたね。もう本当にね、いっぱい増えて、いっぱい登録していただいて、感謝の念につきませんね。
いやーでね、100人記念配信、前もってね、考えてたネタがね、ガチャ配信なんですよね。それでまあ、すぐ直近でもうすでにガチャ配信してるのに、記念配信もガチャ配信っていうのはちょっとどうなんだろうって思ったりして。でもそれ以外に思いつきがないので、まあ多分100人到達したら、多分またガチャ配信やると思います。あ、ラングリッサーじゃない方でね。うん。あ、クラッカーありがとうございます。うん。まあそんな感じでね。100人記念配信実はガチャ配信なんだよねっていうネタバレをしたところで。いやー。どうしたもんか悩んでおるところです。うん。いやー。この BP ボットに AI コントローラーをそのまんま入れたらどうなる？ああ、できないかな。うん。こういう感じで、いい感じになったりしないか。はい。こうね、ゲームのプレビュー画面だと、ちゃんと右側のアウトライナーに BP_N_bot っていうね、触りたい対象のものが出来上がるんだけど、これがね、プレビュー画面じゃない普通のね、画面に移行するとなくなっちゃう。まあ、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、私はなんでそうなってどうなってこうなっているのかも、よくわからん、五里夢中の状態でございます。はい。いやー。まあね、そんな五里夢中状態に到達したところで、じゃあ、2歩戻りましょう。ボットを作るところからやっていこう。いやー、前からっていうか、そもそもプレイヤーキャラクターね、挙動もおかしかったからね。そこら辺も直したいから、もう戻って。It also spawns the default pawn class, and our BP bot is a character that's based on a あ、 pawn, so BP we ボ can ット。これよりもちょっと前。different classes. When we open up an actor in our classes, まあ、そんなわけで一旦フレームワーク内にある全部をすべて壊すんだ。一旦ね、削除しちゃおう。イエーイ、バズン。you will find that our crate そんなわ is けで a ね、 child 復習が of て an らね、 actor. また And the ボットを character ね、 is a 作り child ま of し a ょう。 pawn, which means they inherit functionality from their parent. But we will based on the game mode base and name this one. ゲームモードベースをベースとして BP ゲームモードを作ります。いやー、振り返り。ゲームモードベースで、これを BP_ ゲームモードと名付けます。はい、BP_ ゲームモード。 On BP game mode for now. Next, we need a character. 次にキャラクタ Character ーが is 必 based 要 on a です。 pawn and comes with built-in functionality. ポーン、キャラクターポーンをね、作ります。We will use. We will name こ this れを one B. BP_ ボットと名付けます。BP_ ボット。なんか知らん間にニューブループリントができてきたぞ。お前一体何者じゃ、名を名乗れ。 Bot. So imagine this being the body that runs around in our scene, but we also need a brain. In Unreal terms, that is the controller. We will need a player controller,
But we will also look into an AI controller later. We name this simple one プレイヤーコントローラー。まあ、なんか新しくできたニューブループリントは消そう。デリート。消えない。なんで？いやー、こう、私の、消えてる。一心同体だったのか。BP ボット。BP ボットのドッペルゲンガーだったのか。じゃあ改めて BP ボット。はい。まあね、直近で作ったブループリントクラスは同じもの作れねえっていうことで怒られたので、BP アンダーバー、BP アンダーバー、地下、ボット、BP アンダーバー C アンダーバーボットを作ります。はい。今度は不審なブループリントクラスは作られなかったな。よし。で、プレイヤーコントローラーを作ります。はい。BP アンダーバープレイヤーコントローラーと名付けます。BP アンダーバープレイヤーコントローラー。よし。BP player controller. 名付けたぞ。Now we have to tie all the ここで three この things 3つのも together のを and す add べ it てま to とめ our てレ level. ベルに追加す When る we 必 open 要があ up り the ます。 game mode, you can see ゲー it ム looks モードを開くと、通常のアクターブループリントのように見えます。通常のアクターブループリントがわからんからな。should take care of. But we will only override some default classes here. First, let's add our player まず、プレイヤーコントローラーをここに追加しましょう。ここって何ぞや。プレイヤーコントローラークラス。プレイヤーコントローラークラス。あった。で、これを BP アンダーバープレイヤーコントローラーに設定する。controller here. So instead of the default one, we want to use our BP player controller. はい、 It also 使いま spawns し the た。 default pawn デ class フォ of ルト our の BP ポーン bot. クラス。デフォルトポーンクラスに BP アンダーバーボットを設定する。BP アンダーバー C アンダーバーボット。Bot is a character that's based on a pawn, so we can add that here. So let's save that and close it. それでは保存して閉じましょう。はい、保存して閉じる。Now we have to tell our game to use our own game mode. We could add it to the specifics of this level in the world settings, if we would have different で、 game ワー modes ル for ドセッティング。プロジェクトセッティング。で、ここのどこかな。different maps, but here we just want to add OK。マップス&モデルズのデフォルトゲームモード。了解了解。デフォルトゲームモードをさっき作った BP アンダーバーゲームモードに変更。はい。add it as a default for all maps, so we do it in the project settings. And here you can see there's a BP bot and the character now. はい。Next, we need to define where our character should be spawned in the world. We use the player start actor, the game プレイヤースタートアクター。まあ一旦ちょっと既存のプレイヤースタートは削除して、で、改めてね、プレイヤースタートをアウトライナーにやろう。はい、プレイヤースタートをアウトライナーに入れる。こっちか。こう。プレイヤースタートはこっちかな。よし。入った。game mode will use it automatically when it's in the scene. This blue arrow shows us the direction the character will be orientated when spawned. When we use the end key, it will be placed on the よし。じゃあ、
プレイヤースタートを選択した状態でエンド。よし、地面にくっついたね。Ground. So let's find a nice spot to start from. When we now hit play, we will find ourselves プレイをクリックすると自分がその場所にいることがわかります。わかるー。わかりみが深い。at that location. With this button, we can detach from the player で、こ controller の to ボ get タン back で to the editor controls while the game is even running. And when we now look in the outliner, we can find our BP bot and other blueprints we made. So now we have our basic setup and can move to the これで camera. 基本的なセットアップができたので We 開 can have 始 the しま camera す。 in many different places, はい、 like 振 in り the 返り。 controller. But we will add it ボ to ット the 自体 bot に追 itself. 加します。 When we open up the character and take a look in the view キャラクターを開いてビューポートで見ます。port, we will find different components, like the capture.カプセルがないんすけど。はあ。はあ。カプセルがちょっと見当たらないんすけど、どこ行ったんすかね、私のカプセルは。はあ。追加できる？いや、追加したところでな、いい感じにセッティングしないと、どうにもできなそうだしな。よし。クラスデフォルトダメだろうし。やり直すか。なんで、その前に、新しいポーンクラス作った場合、それで、BP アンダーバー、まあ、C と来たから D だから D にしよう、ポット。を作って、この中に、ないね、カプセルくんないね。見当たらないね。どこ行っちゃったの？新しいポーン作ってもカプセルが見当たらない。キャラクター？あ、そっか。作成するの間違えたからな。いや、本当に間違えてるから。同じところをぐるぐる回るような気がするけどな。ちょっと待って。戻る。時を戻そう。Functionality from their parent, but we will based on the game mode base and name this one BP game mode for now. 私が見たいのは BP アンダーバーボットと名付けたやつのブループリントクラスが適切な。これ。We will name this one BP. ああ。So 間 imagine 違えてます the ね、 body 私。 that runs around in our 間違えているので。ポーンではなくキャラクターを作るべきだった。ちょっと待って。BP。バラバラリアクションありがとうございます。ABCD。BPE ボット。キャラクターをね、作って、そんでもって BPC ボットをね、消して、そんでもって置換するのは BP ボットにして、リプレイスリファレンスせず。まあ、改めてね、BPC ボットに向いてる参照をね、BPE ボットに渡します。イェイ。セーブセーフティット。
で、改めて BP ボットには、ちゃんと設定されてるよな。デフォルトポーンクラスがちゃんと BP ボットになってる。ゲームモードよし。で、エディットのプロジェクトセッティングの中のマップ&モードズの中のデフォルトポーンクラスが BP_E_ ボットになってる。よし。再生すると、BP_E_ ボットのね、レプリカというか、そういうのができてる。インスタントができてる。よし。大丈夫。多分これで大丈夫。で、改めてね、開く。ボットを。そしてビューポートに行くと、ちゃんとカプセルがあるね。やったね。ひゃーscene, but we also need a brain. In Unreal terms, that is a controller. We will need a player controller. 目的のところ We will ま also で look into an AI controller later. 倍 And 速 name し the ま simple す。 one BP player controller. で、そ Now の we have 間 to find に all the 吸 three 血 things しま together and す。 add it to our level. When we open up the game mode, you can see it looks like a normal electric group. We could even have logic here the game mode should take care of. But we will only override some default classes here. First, let's add our player controller here. So instead of the default one, we want to use our BP player controller. It also spawns a default pawn class, and our BP bot is a character that's based on a pawn, so we can add that here. So let's save that and close it. Now we have to tell our game to use our own game mode. We could edit to the specifics of this level in the word settings if we would have different game modes for different maps, but here we just want to edit as default for all maps, so we do it in the project settings. And here you can see there's a BP bot as a character now. Next, we need to define where our character should be spawned in the world. We use a player start actor. The game mode will use it automatically when it's in the scene. This blue arrow shows us the direction the character will be oriented and spawn. When we use the end, it will be close to the ground. So let's find a nice soft platform. When we now hit play, we will find ourselves at the station. With this button, we can detach from the player controller to go back to the game controls while the game's even running. And when we now look in the outline, we can find our BP bot and other blueprints we made. So now we have our basic setup and can move to the camera. We can have camera in many different places, like in the controller, but we will add it to the bot itself. When we open up the character and take a look in the viewport, we will find キャラ different クターを components 開いて like ビ the ューポート。 capsule, これじゃのカプ position セル and や移動、 movement, つまり前向きの。 or the こ arrow の画面になっ component てる。 that shows us a forward direction. And then there is a skeletal ス mesh ケータルメッシ component ュコンポーネント。that we will use later. And the character movement component that will help us move this character around and has a lot of values we can tweak. Let's make the capsule not hiding in game so we can see it. で、レンダリングヒデインゲーム。レンダリング、レンダリング。あ、こっちじゃないか。カプセルの方かな。レンダリングのヒドゥンインゲームのチェックを外す。when playing. When we now press play, で、保存しといて、プレイを押す。で、リタッチって何だったっけね。あ、イスクじゃないや。まあでもね、プレイをしたらなんとなくカプセルのね、ワイヤーフレームが見えるから、ワイヤーが見えるから、多分これで大丈夫。マイペン play ない。 and detach, we can see the capsule. Visibility is not great in the video, but it will serve the purpose for now. Let's stop and go back to our character blueprint. For our little game, we don't want to look through his eyes, but we want an own camera that's looking from top down. はい。一人称視点から三人称視点にする必要があります。そのためにスプリングアームというコンポーネントを追加します。で、That will give us some neat options. カプセルにスプリングアーム。アド。スプリングアーム。よし。We could rotate it or scale the arm length, but before we do, let's attach a camera to the spring arm. カメ And ラをアタッチ now, しましょ after う。 that, when we で、このスプリングアームに対してカメラ。はい。
カメラを入れて、入ってるね。Select the spring ス arm プリングアー again ムを and 再 change 度 the 選択 rotation. し We て will see that the camera will follow. いい感じ Then we に want 設定する。はい。で、設定した値はローテーションマイナス50。はい。to move it そ out れ a と bit, so we increase our arm length. 距離は2000。ターゲットアームレングスに2000をセット。わーい。高 Now い。 the camera is above the character looking down. Let's select the camera and change the field of view of the camera. We do 45. カメラを選択して角度を設定する。フィールドオブビューに45。45を設定。 5 degree for now to get a little bit of an isometric look. The spring arm has some more handy features. It could check for collision to adjust the camera, but で、カメラコリジョンの Do コリジョンテスト。カメラコリジョンの Do コリジョンテスト。このチェックを外す。we don't want that here, so we disable that. Let's save and check out how this 保存 looks してイ in ン the game. ゲームでどう見えるか確認しましょう。保存。で、再生。はい。カプセルをね、頭上から見下ろすような感じになりました。はい。Awesome, this is actually what we are looking for. So next, 素 let's 晴 do ら some しい。実 movement. 際に求めていたものらしい Again, で there are す。 several ways to do that. In our case, we want to implement the input the player is giving to the player controller we made. Remember the で、プレイヤーコントローラーに移動する。BP プレイヤーコントローラーだね。よし。 controller is a brain controlling our body, which is our body. As this is our first real logic, let's briefly talk about these events. Here's a begin play and a tick event. There's actually more. For example, a destroy event. Unity でいうとこ This ろ is のスタート basically とアッ the プデー parts ト every です actor ね。 go through in his lifetime. Begin play when he's spawned, tick is updating while he's in the world, and destroyed when he's removed. But we don't need that for now. Now we use print string to display some text on screen. It's one of my most used nodes. First, let's hook it up to begin play. And まあ、ここら辺はちょっと飛ばすか。 so when we press play, you will see in the upper left corner printed hello. Let's do it again in case you missed it. Here it こ is. こら So let's 辺 go は back, 挙 stop 動 it の here, 確 and 認 then だ hook か this ら up to な。 tick. ビ So ギ when we ン now hit play, プ you レ will イ see it's printed と、 directly here ま every tick. For that reason, you want to be thoughtful when あ you use your complex キ things ック on tick will have の an impact. 動作の But we 違い want to だ move か our character ら。 every tick. As this is a controller and not the character itself, we need to get access to our character. The controller knows what it's controlling, so we can use the get control pawn. So this pin is now our pawn we can give orders to, and we will find add movement input on the character. Now we hook this up to the event, so it's get called every で tick. ゲットコントロールドポン。ゲットコントロールドポン。ポン。ゲットコントロールドポン。あった。あったあった。で、これと、次に作るのが、アドムーブメントインプット。アド、ムーブ。ムーブメント。アドムーブメントインプット。だよな。ちょっと待って。戻る。What it's controlling, so we can use the get controlled pawn. So this pin is now our pawn we can give orders to, and we will find add movement input on the character. Now we ある。一旦ゲットコントロールドポンから枝伸ばしてそっから検索するかな。こうやってアドムーブ
あったあった。アドムーブメントインプットを出して、で、イベントティックとつなげる。Hooks this up to the event, so it's get called every tick. For simplification, let's say this goes to the movement component in our bot. It needs a direction, so let's set the x of the vector to ベ 1. クターの x を1にセットしましょう。x1。はい。Hit play and witness our actor moving in. で、これを一旦保存して、プレビュー、プレイ。直進。いや、直進するようになったね。Invert x direction until it gets blocked. Now we need to figure out in which ここでど direction we の want 方 to 向 go. に移動した In いかを blueprints, we 計 have 算す access る to 必 many 要があ things, り and ま this す。includes the location in the world under the cursor. You can go deeper and have different trace channels, but we さて、何かを追加したので、こっちも何かを追加します。で、追加したものの名前は GetHitResult うんたらかんたら。GetHitResult アンダー。GetHitResult。まあ、とりあえずチャンネルにしとこう。GetHitResult アンダーカーソルバイチャンネル。一緒。やった。keep it for everything that's visible for now. Here is the hit result. で、トレースチャンネルビシビリティなってるね。このままでいいか。And as it has many information, we can break this struct to see what it. で、追加したのがブレイクヒットリザルト。あっち行ったら。ブレイクヒットリザルトだったわ。で、ブレイクヒットリザルト。Gives us. In our case, we only care for the location. As we now have our location in the world where the cursor is, we need one more, and that's where our bot is in the world. We can get actor location on the pawn. With this で、追加したのが Get Controlled Pawn から枝吐いたのが Get Actor Location。Get Actor Location。Get Actor Location。はい。both locations we can use a vector mask function called getDirection. It gives us a direction of で、また追加されたのが GetUnitDirections。GetUnitDirection Vector。Vector Scare Demon。vector from two locations. This is exactly what で、これをブレイクヒットリザルトのロケーションにと2をつなげる。つなげた。つながる世界。what we need here. So the character moves in the direction where the cursor is. When we know stop, GetUnitDirectionのリターンバリューをワールドディレクションとつなげる。いやー、いっぱいリンクしちゃう。はい。the game, we will see the で、この状態でゲームを開始します。わあ、動き回る。これでカーソルのね、私の行きたい方向に、ある程度は行けるようになりましたね。いやー、カプセル見にくいな。bot will be with the camera attached, following これで the カ cursor. ー So ソルを he's going ね、 left 推奨 and するようになったね and。down and up. Super cool. I didn't click in the viewport when the game was running. If I would have, you would have seen the cursor disappear. Fortunately, the player controller managed that, and we can go to the details and check show mouse cursor. So if I now で、
プレイヤーコントローラーのディテールズでショーマウスカーソルを設定します。はい。プレイヤーコントローラー開いて、で、ショーマウスカーソルにチェックを入れた。はい。入れた状態で、ちゃんとね、プレイ中もマウスカーソルが表示されるようになりました。イェイイェイ。Now start the game and click into the viewport. The mouse keeps being rendered and the character following that. As we do not want to follow the cursor all the time, we need to introduce some player input. To add input, go to the project settings. Scroll プロジェクトセッティングに移動します。で、インプット。down to input where we find 下にス different クロールしてインプット。あったインプット。bindings we can make. There are access bindings and there are action bindings. We will only work with action bindings. アクションバインディングのみ扱います。バインディング図の中のアクションマッピングス。で、and you can imagine this like digital on and off switches. Let's add a binding and call that toggle movement. トグルインプ We ッ can click ト。で、もうすでにトグルインプットは設定されてて、多 this 分この little 次 icon の here 動作も to や press っ a てん key だ。 to bind that レ to フ our ト action. マウ Here ス I ボ do タ left ン。mouse click so you can see this is う mapped ん。 out. レフトマウ Back ス in ボ our タン player がね、ちゃ controller, ん we とあ can るわ。 remove the begin play for now. で、ここでプレイヤーコントローラーに戻る。プレイヤーコントロール行って、ビギンプレイを除去します。デリート。And now we can look for the new event ここでバインディングで導 with 入 the した新 binding. しいイベント We を will 探し find ます。 toggle input here トグルインプッ and トがあ edit り、それをグラフに追加します。トグルインプット。よし。 to our graph. So this has two execution pins. One is fired when it's pressed and when it's released. So now we only want to follow the cursor while we hold the mouse button down. So to do that, we will add a variable here. ア And ドム call ーブメント変数を追加します。アドムーブメント。that add movement. This is a boolean, but there are many more 論理 variable 型で types. すが他にも In 多くの変 toggle 数タイプがあります。で、トグルインプットでこの変数を設定します。セット。input, we want to set this variable. So when it's pressed, で、プッシュしたときに発火するように。はい。is fired, we set this to be true. And then when we copy paste that, attach this. で、次にこれをコピー&ペースト。ちょっと待って、これはトグルインプットじゃねえな。トグルインプット。これだわ、これ。で、プレスしてるのとリリースしてるので、セットをやって、When it's released, we want to set this to false. 離したときはこれをファルスにセットします。Now we only want to add movement while this is true, so we get the variable, and from here we can look for an if or a branch node. で、アドムーブメントをまた追加する。ここで一旦アドムーブメントのゲットを設置して、で、ここからアドムーブメントからブランチをぶら下げよう。いや
with this we can say execute this order. で、これをイベントティックの間に沿うように入れて、で、イベントティックから改めてブランチにつなげて、true の場合にのみ、add movement input をつなげる。Only when だ the と思う。 variable is true. So we are done. Let's これ start で the でき game. ました。ゲームを開始しましょう。はい。開始しましょう。はい、そんなわけで、マウスの左クリックしてないと何も動かず、マウスの左クリックを押すと、スーッと動くようになる。離すと止まる。そしてまた左クリックを押しながらカーソルをグリグリやると動くようになる。やったね。And he is standing around, and when we press the mouse, he's moving in that direction. And he stops いや、 when we release the 前 mouse. に見た So 動 this 作です feels ね。quite nice, and it's the first time we have こ a れで feeling ね of さ、 really キ controlling ャラ our ク little ターがちゃんと回転してくれるといいんだけどな。このやり直しで。So let's get お an animated ー、テ character. スさんありがとう Back ご in the ざいます。 character, we 簡 had 単 the だ。 skeletal mesh component. 簡 We 単な want to 言 use 葉。 that instead of drawing our capsule here. So to do that, let's create a new 新 folder 規フォ and ルダ call を this 作成 character. し、キャラクターと名付けま And す。 here, let's スケー import ターメッ the シュを含む FBX that FBX を contains イン our ポートしま scheduled しょ mesh. う。多分もう作ってあるんだよな。キャラクター。イエーイ、作ってあるね。ここら辺 In the 全部飛ば import したい。 menu, you can see Unreal already identified it being a skeletal mesh and ask for a skeleton. And columns we have, so we can thing here is the animation graph where we play and blend our animations. And there's the event graph for the logic we will use in a second. Blueprint, we can delete this now. And in the ブループリントは多分もう設定してあるよね。どっから見るかちょっとわかんないけど。まあ動ける。走ったり歩いたり止まったり、まあ設定はされてるよね。設定されてるよね。だからここら辺もまあ大丈夫。 transition rule function, and the analysis last thing we need is gives this order to the pawn which we currently controlling. So で、 back in our BP map, we AI select コン him トロー and ラーを in his details we find the 作り icon 直 a し little た bit から subtle 新 because しく my 設定す initial る必要 points があ weren't る。 too bad. But with this blend space now, we can drag this in and use our ground speed to drive the axis. So if we now hit play, you can automatically edit. So when we now play the game, we can see on the left side, new first we will select our skeleton. We will already have a skeletal mesh and ask for a skeleton. In our case, it's the first skeletal mesh we bring in, so we want to have import mesh checked. What we don't want for now is automatically generate a physic asset. The rest we leave it like it is, and then we hit import. コピーピボットに When we open up our キャ character ラク folder ター now, を we 設 can 定 see するとこ different ろを見 assets せ that み got たい。 created. We already know about the materials, but we have a skeletal mesh and a skeleton. Let's open this. The skeleton that got created from the mesh has all the hierarchy of its bones. Let's show the bones for a second. ちょっと2倍 Most 速に animation し assets よ will う。 need to reference one skeleton. So the second asset we have here is the skeletal mesh. You can see this as a skin, so you could have different meshes using the same skeleton. It contains data like the material slots, LOD settings, post-process animation blueprints, and more. As we don't want this robot to be grey but more colorful, let's make his materials quickly. It will not be massively different from what we have done before, but he comes with some more textures and some extra light things for his face. First we import our textures. It comes with a grayscale albedo, an adjustable facial expression, masks, and a normal map. We start with the albedo, and we just plug this into the base color, and then when we take a look at him, it's still grey but a little bit more interesting. So now let's add いや color. ー、実はね、まだ晩ご飯は食べてない状態ですね。 And use the parameter here. And た now let's だ find ちょ a っ nice と color ね、 like, カ for ロ example, リー this メ light イト的 bulb. な So も when we の look は back in our ね、 characters, this is what we got. ちょっと食べ Now ま let's した。 take a look at a texture. So this one here.
いや So ー、 in 今 texture 晩 editor, もね、 we can 味噌 display 汁 different と information in ね、 red, green, and blue channels. Here we save metalness チ in キン red, シ in チ green ュー have を us 食べ hardness, よう and と blue has 思 a い ambient ま blue. す。So back in the material, we can bring in this and connect metallic, roughness, and AO to different pins. ここら辺 So も多 after 分 applying まあ that to 設 our 定し character, た this な。 is already a nice leap forward. This like this metallic look on his arms. But they have the wrong color, so let's fix this. We can use い a や mask texture 一人 and 暮ら again し a す look. るとね、ご The 飯を quick 食 turn べる separates the のっ orange て parts from the metal parts. 面倒 For に one な part is りが orange, ちなんだよ and for the な。 other, we add another 3 vector node and change the color to 食 red. べたら When we hit apply, 食 go べ back る to の our に character. This 準 is 備 already も checked. いるし、食べ終わ So っ some たら mask 食 touches by 器も adding 洗 one わ and な doing い some とい missive け parts. ない First, we し、 bring in 億 our 劫 number になりが and ち。 connect that. 作 And る then we ち have ぎ this さ mask ん、 texture, 汁 and 物 that は is the ま red す。 channel for emissive parts of the い metal. やー、 So 汁 we can 物 apply は this 神 texture で packet す into から emissive ね。 output. 煮るっていうのが And 神 we ですか multiply this ら。 with a color. いっぱい全部煮 For ま the しょ color, うね。 we take a very, very light blue. And if we hit apply and go back to our bot, we see い his や main ー、こう body is 焼 red. き物 So と the か only だ thing と left is our さ、あ face. んまり焼き So す for the ぎ face, る we と have 焦 one げる extra じゃ background ん。 texture. So let's bring that in. だから火 This 加 time we 減 will が plug 大 this 事 into な the んだ emissive け color. ど、 And then で we も will そ hit の apply 点煮 and see 物 how は it looks like ね、 on our bot. 焦げにくいからね、汁ってい So now う let's add the eyes. For 媒 that, we 介 have a があ necklace る here, の which is で、 mainly a texture with an alpha masking its different expression, and it's on a 4x4 grid. So to select the face な we ん want, で煮 first 物 we は want to add 安 this 心 texture 安 to our 全な background んで texture. す So よ we use an ね。 add, and we can use the alpha channel for that because that's where the まあ variation そん is な from. こと言っておき So な now we が can see ら、 the whole texture added to the other. But we 私、 want to control the 鍋 color, の so let's 一 multiply つ、 this with the も color, うすでに and そこ now then 焦が again, して、 let's change it to a 剥 color がれな like い blue, 焦げがついてたりしま and す add けどね。 and plug this into the end. Now we will use the まあ flipbook 自分は to 卵 help 焼 us きが select ご what 飯 kind of で face し we want た。 from that application. And we will use まあ the ね、 So 卵は already with 完 this 全 default, 栄 since we 養 just know we 食 can だ see か some ら animation and ね。 it's shown on a 2x2 face. So 卵 let's だけ食 we べ will て bring れ in some ば rapid もうあ parameter る and change 程度 this は to 4生きら because れ this is ま now す for よ。 rows and columns we ワ have, so we ン can の。 just plug this in here. And now it is あ running とは through 適 this 当 line に again. So if 酸 you っ want ぱ to いも animate の textures 食 as べ a nice れ way, ば but we want to set it to a fixed 多 value. 分大 So 丈 let's 夫。 bring another あ parameter る and when 程 changing 度 that は we can change the face. いえ But い in our え。 case we will keep the standard one. い Very やー simple. 本当に So ね、 hit apply and 卵 then と we っ are て done. も We 優 have our 秀、 character 美 with a 味 face しい which we could animate し、 if we want. 栄養あるし、 We will add him to い our い bot ね。 and do some movement タンパ adjustments. ク Here 質 in the も bot 取 on れ the る schedule mesh we し、 can add him now. ビタミン So here C it is, 以 but 外 it's a bit の in the wrong ある location 程 on the 度、page. ここら辺。とにかくね、私も毎食ね、卵かけご飯やるくらいには卵食べてます。1日 So 2食。 already with this default and with this node we can see some animation and it's shown on a 2x2 face. So let's fix that. We will bring in the scalar parameter and change this to 4 because this is the amount of rows and columns we have. So we can just plug this in here and here, and now it is running through this like an animation. So if you want to animate a texture, this is a nice way, but we want to set it to a fixed value. So let's bring another parameter, and when we're changing that we can change the face. But in our case we will keep the standard one, very simple like this. So hit apply and then we are done, and we have our character with a face which we could animate if we want. We will add him to our bot and do some movement adjustments. Here in the bot, on the scheduled mesh, we can add. このボットのスケルターメッシュで彼を追加します。はい。フレームワークの BPE ボットからウェブボットに移行して、で、選択しているのはメッシュ。メッシュを選択して、メッシュ。で、このスケーターメッシュアセットに SKM アントボットを追加。So here it is, but it's a bit in the wrong location. 位置と回転が少し違います。これを修正しましょう。彼を90度回転します。はい。くるっと回って半回転。いや、背中向いてるな。マイナス90か。私普通の90にしちゃった。じゃあマイナス90で。はい、これで向きがあった。次はカプセルに注目しましょう。これは彼には少し大きすぎます。半径をもう少し小さく。25くらい。シェイプ。シェイプを25に。And we can properly reduce the height. 高さも So back 70 in ぐ the らい。 mesh, we can change it. 70。It's relative Z location, so it fits into the cap. Z 相対位置をマイナス72。
マイナス70。よし。これでカプセルにフィ So ット now す we る have よ a うに。 capsule that represents him a little bit better. It all depends on your needs, but for our little games this is okay. So when we hit play, で、この状態で保存して、プレイをします。そうするとね、まあこういう風にね、まだアニメーションできてないボットくんが、ステージ内をね、動き回るようなね、映像ができますね。はい。we have the character and it's moving around. 吸血します。 But we can see some issues. Most obviously he's not facing in the direction he's moving towards. So back in the bot we can select the movement component and here we 移 can 動コンポーネント。移動コンポー search ネ for ント。 rotation where we can find で、キャラクタームーブメント。ボットのキャラクタームーブメント。で、ここからローテーション。で、オリエントローテーション。orient rotation to movement. We can also increase the オリエントローテーショントゥームーブメントにチェックを入れる。で、speed, how fast he's doing that. So with this ロー done, テーションレートを420。420。will で、これを保存して、プレイ。前にも見たぞ。これをするとさ、ちゃんとなんていうか回転方向に彼が向くようになるって説明はあるんだけど、なんで私のリアルエンジンだと向いてくれないんだ。なんか画面がガクガクブーブーするし。face in the direction he's moving to, but so チュ does ート the リアル camera. 動画だとこういう風にぐるぐるってするのに。私の世界だと、なんでやり直してもこんなガクガクになるんだ。わー。なんでだろうな。というかそうそう。 Easily change that by going back to the spring arm, and there for the rotation we can switch こ from の状態でアウトライナーの方にチュートリアル動画 BP ボットを表示されているのかな。今その画面じゃないから確認できないけど。being it's set to relative what it's attached to being set もう一回ちょっとやろう。bot on the scheduled mesh. We can add him now. So here it is, but it's a bit in the wrong location on rotation. Let's fix that. First, we rotate him 90 degrees, so he's facing in the forward direction of our character lot. Next, let's take a look at the capture. That's a little bit too big for him. First, we change the radius to be a little bit smaller, and we can probably reduce the height a bit. So back in mesh, we can change its relative Z location so it fits into the capsule. So now we have a capsule that represents him a little bit better. It all depends on your needs, but for our little games, it's okay. So when we hit play, we have the character and it's moving around. Nice. But we can see some issues. Most obviously, he's not facing in the direction he's moving towards. So back in the bot, we can select the movement component, and here we can search for rotation, where we can find orient rotation to movement. We can also increase the speed, how far. で、まあまた改めて見直す。で、ここでドッと検索して設定を見直す。で、オリエントローテーショントゥームーブメントちゃんとチェック入れてる。で、ローテーションレートにFast he's doing that. So with this done, 420って入れてる。いやー、なんでだろうな。 will face in the direction he's moving to, but so does the camera. チュートリアル動画だとあんな風になっていて、私の画面だとこんなガクガクブルブルになってる。決して後ろを振り向かない。決して前に向いてるだけで
横とか後ろとかそういう風な方向に向いてくれないボットくん。悲しい。私は悲しい。We can easily change that by going back to the spring arm, and there for the rotation we can switch from being it's set to relative what it's attached. で、設定内容はなんだ？スプリングアームのアブソリュートローテーション。はい。スプリングアームを設定して、アブソリュートローテーション。トランスフォームアブソリュートローテーション。OK。to being set to vert aligned. So when we now で、保存。で、やって、ガクガクブルブルはしなくなった。けど相変わらず、前に向きっぱなしのボットくん。はい。チュートリアル動画だとね、ちゃんとカーソルに向くようにね、方向転換してくれるんだけどなぁ。くれるんだけどなぁ。私は悲しい。人生ってうまくいかないことばっかりですね。人生に似てますね。But before we do that, let's go back to the character movement and make some changes. For example, how fast the bot can accelerate. The next thing is we also want 多分さここまで前回と同じだし、多分このまま進んでもさ結局アウトライナーの方にボットが生成されないっていう問題がね、解決しないような気がするんだよね。はぁ。うん。デジャビュを感じたのでね、切り替えていこうと思います。切り替えるということはつまりね、一旦この配信をね、ちょっとまあちょうど1時間くらい経ったからこれで一旦終わって、その後ね、別の配信をね、立ち上げて、また1時間ね、やろうと思います。配信を。いやー、アンディアルエンジン、積んだかもしれない。まあ、てなわけでですね、私のちょっと心が折れたので、これにて配信終了と一旦させていただきます。もう登録者がドキドキする感じでびっくりした。お疲れ様でした。どんまい。ありがとうございます。テラさん、テスさん。まあそんなわけでね、一旦にね、この配信はちょっとだけ一時停止じゃない。まあ一旦終了しますけど、また改めてね、配信立ち上げますんで、その時はまたよろしくお願いします。そんなわけでひとまず、高評価ありがとうございます。ライブアーカイブでね、見てくださった方もありがとうございます。そして、100点リアクションありがとうございます。つくえついさん、てやさん、てしさん、コメントありがとうございます。それではね、次の配信立ち上げようと思います。それでは一旦、さよならで、またお会いできれば嬉しいです。ではでは。